ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだケンタ兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。お、こんなところにワンちゃんが。お前どっから来たの？かわいそうに。そうだ、あ、さっきちょっと焼き芋買ったからこれ食うか。おー、美味しそうに食べるな。よかったよかった。お前これからどうすんだ？行くとこあんのか？そっか。俺んち来るか？いいっすか？うわーなにうわ、犬かと思ったら兄ちゃんじゃん。こんなとこで何してんの？いや、お前ハロウィンだろ。お前狼男だろね。お前コスプレするだろっつってお前はしゃいでたら、お前気づいたら外だよ。お前寝てたと思ったら今こんな感じになってんだよ。お前もう吠えてるじゃん。もう怖いって。お前何なんだよ。吠えてるじゃん。もうびっくりだよお前。もういい年ですよ。まあそうだな。だから今回はいい大人になりそうな掛け声をそんな感じの大人が教えて。なるほど。まあじゃあちゃんとした大人としても出題してやろう。ね。今日の掛け声はこれだ。あいあうあんあえあいあんあいあうあんあえあいあん。わかったか？これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、まもなくでもう番組始まるんじゃないかお前。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。わーい、おやつだ、おいしいな、ワン。ファイヤーマサラカ。スパイヤーマサラカ。それ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイヤーマサラカ。スパイヤーのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。はい、線はね良かったよ。ラインは良かった。わーい、おやつだ、わいわいワン。なんだっけ。まあ全然違うんだけど違うんだけどラインは良かった。ジャーキーたくさん食べたいワン。ラインは良かった。ライン良かったね。言ってるところはね、良かったです。なんで犬の話かというと、今日11月1日は犬の日ということで。ポッキーじゃないんだ。日付の由来は犬の鳴き声のワンワンワンからの語呂合わせ。じゃあ1月1日の方がいいんじゃない？ワンワンワンになっちゃう。ワンワンいいじゃん。やっぱ正月だから。まあそうか。正月を犬の日って言われても、まあね、正月は勝つね。そう正月は勝っちゃうからね。なるほどね。犬に関する知識を深めて犬を可愛がる日とされています。そんな犬の日に合わせて楽天トラベルは全国の宿の看板犬ランキングを発表しました。全62の宿泊施設から1位に選ばれたのは宮城県大賀森温泉山の川旅館。大賀森温泉でしょ。大賀森温泉山の川旅館、ドッグビレッジ大賀森の看板犬コーギーのテン君になりました。写真あるけどかわいいね。テン君は宿泊客への挨拶はちらりと目を向ける程度に済ませ、イベントスペースの真ん中で無邪気に寝そべるなど控えめであっさりとした振る舞いから本気で働かない看板犬と呼ばれることもあるそうです。いやいいですね。いやいいですね。そうなんだよ。なんかね、ここにさ出先で犬を見かけたらターンに行っちゃいますかって書いてあるけど、行かないよね。行かないですね。かわいそうだよね。まあ僕も犬を飼ってるんでわかりますけど、来たら触ってあげてって感じ。そう結局犬はなんかね行っちゃうとさ、怖いって思う犬もいるし、そうね。だから皆さんにこの豆知識として、犬があくびする、口の周りを舐める、これストレス溜まってますっていう証拠なんで。口の周りを舐めるっていうのは、いやペロペロ口の周り舐めたりとか。人間のね。人間じゃない。じゃあ人間の口を舐めるのは好きだよっていう証拠。愛情表現。自分の口の周りを舐めるの。ペロペロ犬って。
であとあくびする。首は効くね。そうこれはもう嫌です今の状況っていう、なんでよしよしって言ってベロで口の周りに自分の、ペロペロしてたりとかあくびしだしたら、って思ってってなってあれはため息はため息なんかこの間見たけどなんか忘れてた。でもため息ってあんましないよね犬って。まあね母なんてみたいなためあれじゃないの、なんかゲップとかと同じ種類だと思ってんだけど俺はなんかこう気持ち悪くてやってるもんなのかなって思ってる。あれだね嫌な時は人間もあくびをしよう。人間のあくびはまた違うから脳みそに空気ね送るためのやつなんで。でも犬のあくびはそういう機能じゃないっていうことよね、でもさ分かんないよね、犬が喋れないじゃん。いやまあそうなんだけど、でも人間がそれ勝手に決めつけてるんだけど、この犬って長いよ人間と関わって。長いけどその間いろんなノウハウを調べたりとか絶対してるはずなんですよ。そういうことね。そうでも分かんない。確かに喋ったらあくびは眠いだけっていうかもしれないから可能性あるじゃん、分かんないけど、まあ犬をめでましょう、そうめでましょうっていう日です。はい、リスナーさんからメッセージもいただいてます。ラジオネームあーやさん、ありがとうございます。洋介さん、健太さん、こんにちは。いつも楽しくラジオ聞いてます。あ最近朝晩がかなり冷え込むようになってきて布団から出られません。2人は寒い季節の朝どうやって布団から出てますか？風邪をひかないように気をつけてくださいね。まだ寒くなくない？いや朝寒いよ。どえってなるよ。なるほどね。俺1個ある。寝る前におしっこ行かない？寝る前におしっこは行く。俺は行かない。いや漏らすでしょ。いや漏らさで漏らすでしょ。朝おしっこしたくて起きれる。いやすごい強行手段だね。なんか力技やねそれ。だいぶもう寒くて布団から出れないけどおしっこ漏れちゃうわけにはいかないじゃん。トイレに行くしかないじゃん。漏らす一択になっちゃうからね。だからそうすると布団から出るのよ。いやでも漏らしたくないからね。漏らさないって漏らすかもしれない。漏らさないよもう。いや俺はね日本の冬程度だと朝起きれないっていうのがない。正直。何暖房も入れなくて？今だって布団がまず、だから夏の終わり、秋にかけてぐらいのアイ布団みたいな。そうなんかあれに短パンタンクトップだもん。小学生みたいな。そうだから代謝を上げましょう。そうね。基礎代謝上げましょう。それがいいかも。はい、行きましょう。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでバディでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話なんですけど、このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで、今週も皆さんの機械的だな。機械的だ。これ AI かと思ったな今。いや大丈夫大丈夫。普通にもうちゃんとやったんだよ。ちゃんとやったのね。はいわかりました。ラジオネームチャーシューさん。はいありがとうございます。様子健太の2人こんばんは。はいありがとうございます。友達の話。はい。友達が会社員1年目の頃初めての営業で名刺交換をした時、一気にたくさん名刺をもらってもらった名刺を直すタイミングが分からなくて、一旦トランプみたいな持ち方をしてたら先方から難しいよね直していいよと言われました。本当に恥ずかしかった友達の話でした。これは恥ずかしい。確かに。どういうこと？もう普通にこうやって手に束で持ってたってことだね。これ多分俺も分かんないんだけど、名刺交換とかをしたことがないから。でもなんかもうすっごい薄い知識で、なんか座ってる時とか、いやその人の順番で名刺を自分の前に置いとくみたいな。どういうこと？だから陽介からもらうじゃん、俺が。そしたらこう陽介の前に自分の正面にこう陽介からもらった名刺を置いて話するみたいな。でこれが3人とかになってきたら、要は真ん中が陽介、で左右でその人たちの名刺をこうやって置いとくみたいな。何そうしてなんか名刺ゲームみたいなの始まるじゃん。
だからそれが多いとそう送るの多分失礼になるから難しいよねって話なんじゃないかな。並べるわけにもいかない。で多分おもむろにポッケに入れるわけにもいかないじゃん、名刺とかって。確かに名刺もらった時俺どうしていいか分かんない。いや俺らはポッケに入れていいんだよ別に。もうそうなの？だって渡してないし。まあね、なんか一応、だからその人が去るまで、俺らはトランプ持ちしかないなんなら、まあ1年目はしょうがないから、それで学んでってください。はい、まだまだ来ております。ラジオネーム、上田ニッキさん。はい。友達の話なんですけど、友達は学生の頃文化祭の出し物で劇をやることになりました。劇の脚本は作家志望の女の子が書いたオリジナルのもので、簡単に言うと現代版ロミオとジュリエットみたいなものでした。その劇の中で友達は顔でも演技でもなく背がちょっとだけ高いという理由でロミオ役に選ばれ最初は嫌がっていたものの、練習しているうちにまんざらでもなくなってきました。いいじゃん。そして迎えた本番、体育館には大勢の生徒と保護者、劇は順調に進んでいき、感動の告白シーン、そこで友達の脳内台本は全てぶっ飛びましたセリフを思い出すために脳をフル回転させてみるものの何も出てこず、仕方なくなった友達は、めっちゃ好きっちゃんとそれまで台本上に出てこなかった方言を使い告白。会場はポカーンからのやや受け。本当に消えたくなった嘘のような本当の友達の話でしたかわいそう。いやなんだろうな、この人間の極限に追い込まれた時に出てくる言葉の面白さ確かにね、もっとあっただろうって。もっとあると思うんだよ。好きですでもよかったわけじゃん、あなたのことが好きなんです、でもね、よかったやるじゃん、めっちゃ好きっちゃんなんでってなるよねこれジュリエット側どういう反応だったのかねその後どう返したんだろうね。そのね後日談ちょっと気になるよね、その劇がどうなったのかうちもとか言ったのかなうちもはイントネーション違うようちもっていや面白いわ、すげえ面白い。私もっちゃんね乗ってたらすごいね、その女の子が。いやでもポカーンからのやや受けだから乗らなかった、多分乗らなかったまあ乗れないわな、そんなこと言ってたら。だから上田に昨日友達が一人で全てを持ってもうその劇のもうピークそこだからね、絶対。だって最後の最後でしょ、クライマックスそれまで順調にやってたんでしょ。悲しい。今まで何だったのってことになっちゃうじゃん。いやいや、まあでも多分無事ではないもののね、終えれたということなんで、こうやって笑い話にできるってことはそうだね、よかったですね。よく頑張ったし、そういう経験が多分大きくするからね、人本当にそう思う。そうだね、またね、まっさらに頭が真っ白になった時は、この教訓を生かせる。そうでも一回真っ白になるとそれ以上真っ白になることないから、まあ、ね、基本その真っ白具合が薄まって灰色になってるからどんどんだから出てくるようになるんだよ。そっかそっか。一発目の真っ白って本当に真っ白じゃん。真っ白だね、だからやっぱその脳みそがね覚えてくんで大丈夫です。もうそんな失敗はしないね、頑張ってくださいね。ぜひ後日談というかその後のね結果気になるね。どうなったのか気になるわ。はい、ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしてます。それでは今日は、ラジオネーム上田ニキさんの友達の話からこちらを選曲しました。スーパー8で好きやねん大阪。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスーパー8で好きやねん大阪でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週たくさんお悩み届いてます。はいはい。ラジオネームりんりんさん。はい。陽介くん健太さんこんばんは。こんばんは。ちょっとした悩みというか、確認したいことというか、曖昧なんですけど、私は2年前に結婚して幸せな生活を送っていると自分では思ってて、旦那のことも好きなんですけど、職場の同僚にちょっとだけときめいてしまいました。もちろん何もする気はないけど自分が恋を感じていることにびっくりしてます。これって心が疲れてるだけですか？どうなんだろう、これそれは恋なのかっていう話よね。ダメだよまあいや多分職場の同僚の人にちょっかいをかけちゃったらダメだよ、でもさ
その感じるだけはいい。感じるのはだって感じるのは勝手じゃん人の、そのすげえ極端な話したらさ、もう憎くてしょうがない人がいて、その人を殺してやりたいと思った時に、それを実行するか実行しないかが人間の脳みそがぶっ壊れてるかぶっ壊れてないかの境界線じゃん。じゃあ別に心は疲れてないと。疲れてないと思うし、別にその思うことは自由だ、いやこの人いい人だなとかさ、かっこいいなとか、この人好きだなとか、思うのは勝手だから、だからそこまで締めちゃったらさ、思ったら浮気ってなったらもう何を糧にみんな生きるのみたいな感性はどこへ行くのみたいなさなっちゃうから、俺は思う分にはいいと思う。別にだからアクションはアクションを起こしたらもうアウトだよ、それは。だからときめけ、今にときめけ、なんだっけ今にときめけ、そう今にときめけ、明日にきらめけ。そう、いいんじゃないですか。まあでも旦那さんのことも好きなんで、まあただちょっとマンネリしてるだけっすよ。まあ2年も一緒に住んでたらきっと、確かにきっとそういうことだと思う。そのまま今にときめいて、まあときめいてください。で、明日にきらめいてアクションは起こさない。アクション起こさない。はい、そう、それが一番いいです。もう一回言っときますか。じゃあラジオネームかなさん。陽介さん、健太さん、こんにちは。お悩み相談なんですが、職場の雑談が本当に苦手です。みんながあのドラマ見たとか話してるとき、どうでもいいなと思ってしまって変な返事をしてしまいます。喋らないのも感じ悪くなって仕事が円滑に進まなくなるしって悩んでます。雑談力ってどうやったら上がりますかね。雑談ってでもさ、雑談じゃないの。いや雑談って、俺特殊能力だと思うんだよね、できる人って。どういうこと？だから雑談ができる人って、もうほとんどコミュ力お化けで、そんなさコミュ力高い人なんてさそんないないじゃん、そうそう。でそういう人たちはみんな雑談しててどうでもいいなって思いながらも、何かその中からこれなんだろうとか質問をしていくわけじゃん。でこうキャッチボールをなんとか成立させて、その5分なり10分なりの会話が終わった、よかったって安心するのがほとんどの人だと思うの。だから雑談力って上がるっていうか、俺の中で天性だと思うんだよね。どんな話にも興味を持てるっていう、そんな人間ほぼいないから、みんな9割どうでもいいと思ってるよ。まあだからどうでもいいなをちょっとそう思うのは勝手、思っていいけど、ちょっと出すのは優先度を、考えの優先度を後ろに置いてあげて、一応話は聞いた方がいいと。そうで質問をしてあげる何か、そのとっかかりというか、そうね、何でもいいから、急になんかドラマの話してて今日天気いいですねとか言い出したらおかしいから何か探す。でも職場だからスイッチ入ってもたかだか30分ぐらいの話だと思うから。30分長くね。いやでもスイッチ入ったら1時間とか喋る人いるからね。いやまあそっか。飲み会なんかもっと喋るでしょ多分、スイッチ入っちゃったら。まあ30分20分30分心を閉じれば過ぎ去ると思えばまあね、忍耐能力かこれは。忍耐ですもん。だから人と雑談力を上げるんじゃなくて忍耐力を上げる。そしたらおのずと忍耐力がついて次のステップに行けるんで。なるほどね。もう一件来てます。ラジオネームカフェインさん。ありがとうございます。健太さん、陽介さん、こんばんは。こんばんは。2人はカラオケ好きですか？私は大好きで、会社の飲み会の二次会とかで行くのも嫌いじゃないんですけど、曲を入れるタイミングだけ苦手です。なるほど。前の人がバラード歌ったからバラードはやめようとか、若すぎる曲は上司がわからないからやめようとか苦手です。2人はどうしてますか？カラオケが好きじゃないんだよな。好きじゃないな俺も。いやあなたはいいよ、ボーカリストだから、まださ。俺はだって勝手に入れられるもん、結局その深夜帯になっていってさ、みんなが仕上がってきたタイミングで、オレンジ歌いみたいな。そう勝手に、いや歌いっていうか勝手に始まってる、始まってるね。いやだからそれはいいじゃん、自分の剣を抜いた状態で参加できるからドラマーなんてさもう無防備よ、全裸よ全裸特攻してって、たまにあるタンバリンとかああいう振り物系でなんか武装がちょっとできるけどその武装も終わるじゃんすぐ。いやでもほら別にカラオケじゃん。いやそうだよ、カラオケだよ。
だからないのよ武器が。でもほらそいつさカラオケそんなさ、別にさ、期待して歌えみたいなのないじゃん。いやないけど、ないけど歌の上手いやつがいるとするじゃん、そしたらみんなそいつの歌を聴きたいじゃん、でもカラオケだから、みんな入れなきゃいけないわけじゃん、で一人でさこうやってなんか携帯電話バーっていじってたらさ、うわってなるしさでもこのカフェインさんはカラオケ好きで、曲を入れるタイミングだけが分かんない、苦手だっていう。そうだからこれカフェインさんはまだもうちょっと若いのかな、その考えを変えなきゃいけないよね。そう自分の好きなそうね、カラオケ自分が好きで行くカラオケと、こういう場のカラオケってね全部違うから。全部違うよね。そうだったらもう一人カラオケでいいじゃんって話になっちゃうから、で仲のいい友達と行くんだったらそれはそういうカラオケ。ただこう接待のカラオケもあるから、絶対に。だからそういうので武器を持てるように、その50代60代の人とかが知ってる世代の曲、だから聖子ちゃんとかさ、俺一個あるよ、俺なんか困ったら、これ歌うっていうのがある、何？布施明のいやもう歌ってんね君はバラより美しい。いやそれ困ってなくても歌ってんじゃんどういうこと？困ってなくても歌ってんじゃん。いやだからあれやっとけば、でもそういうの大事。それやっとけばみたいな、なんか必要よね、そういうの。そうだからどうなんね、いいラインが欲しいね。バラードでもないし、年配の上司の方にも分かる何か一曲。玉置浩二。いいんじゃん。玉置浩二とか田園とかいいんじゃない？ちょっと新しい？トンボ。長渕さんとか。長渕さんとかね、確かに。長渕さんトンボいいじゃん、最初。確かに。でもさ、ちょっと待って。タイミングむずいな。それさ、最後の方じゃね？ちょっと楽しくなってきちゃったこれ。いやまあそうのね。っていう武器をなんか持つってね、持ち歌を。それ一個持っとけばどこでもいけるみたいなね。まあでもなんかそんなに周りも気にしてないと思うよ。もう飲み会とかの二次会とかで行くカラオケだったら何でもいい気がする。もう場が盛り上がれば何でもいい気がする。まあそれはそう。別にバラードが2曲続いても多分問題ない。でもある程度スマップ入れとけば大丈夫だよ。そうだね。スマップ嵐。スマップいいんじゃない？スマップだと多分年代ほぼ関係ないから。で最初にスマップのオレンジ歌っといて、で中盤あたりでシェイクして最後にスパイアのオレンジ。なんでやねんってなるよ。世界に一つだけの花でしょ。最後はもういや頑張ってくれ。これはもう頑張って増やすしかない。武器をね1曲あればまあ大丈夫だから、頑張ってください。頑張れ。ということで番組では皆さんからの悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでレイジオブダストです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。はい、なんとガンダムが10周年おめでとうございます。おめでとうございます。オルフェンズ、鉄血のオルフェンズが10周年ということで、かけさせていただきました。これ初出し？ニューバージョン。ニューバージョンでリバースに入ってるか。そうか。でもさ配信はされてないよね。じゃあもう配信はされてないだが今流れている、配信はされるのかどうかみたいな。どうなんですかですね。ご期待しないで。なんでよはい、ということで、我々からお知らせです。現在ボートレース2025新 CM ソング新曲のチェイス・ザ・シャイン配信中です。そして、来年のライブも決まってます。まずはバディツアーですね。振り替え公演、1月17日土曜仙台ピット、1月20日火曜ゼップ羽田、現在チケット発売中です。お願いします。ぜひ遊びに来てください。その後ですかね、ライブハウスシリーズとホールシリーズのツアーもあるので、皆さんぜひ遊びに来てください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp BASARAKA@fm福岡.jp
もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパヤのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。